home。 僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて先週に引き続き今日もゲストをお迎えしています。お名前をどうぞ。はい、BE:FIRST のりょうきです。宮山りょうきです。お願いします。先週に引き続き今週も来てくれました。ありがとう。ありがとう。9月9日公開の映画ハイ&ローザ・ワーストクロスで僕と共演、俳優宮山りょうきとしても活動中の BE:FIRST のりょうきです。今週もお願いします。お願いします。ではまず今週の1曲目 BE:FIRST のナンバーからお届けしたいと思います。じゃありょうき曲紹介お願いします。はい、よろしくお願いします。僕たちの、セカンドシングル、さよならという、題名をですね、ポジティブに BE:FIRST なりに、届けようと思っている楽曲です。ぜひ聴いてください。BE:FIRST でバイグッバイ。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。今週のゲストは BE:FIRST のりょうきです。さて今日はですね、こんな企画を用意しました。題して、はい、ゆうたとりょうきはどっち？ハイ&ローです。いいね。ちなんできたね。今回映画ハイ&ローザ・ワーストクロスで共演し、お互いボーイズグループでも活動していて、共通点のある僕たちですが、僕たちがどんなシチュエーションでハイになる、つまりねテンションが高くなるのか、逆にローになるのか一緒に答えていきたいと思います。面白そうだよね。これでもやっぱ結構ずっと一日中一緒にいてね、何日もいたから、割とテンション感はわかると思うよ俺。これどうする？合わせる方向でいく？それとももうなんか合わせなくてそれもう自分のあれでいく？どっちみたいな。そう。まず一回せーので言ってみる。せーので合わせてみようか。合わせてみようか。オッケー。じゃあまずライブのケータリングが大好物だけどこってり系だった。どういうことそれ？こってり系だったってね、豚骨ラーメンとかってこと？豚骨ラーメンなんだけどもう油切ったきた。それなんかもう言い方の問題じゃない？もう割合間違えたみたいな感じってこと？なんかドロドロしてるなみたいな。ああ、家系ってことだ。そう、家系ってことだ。オッケー。じゃあいきますよ。はい。ライブのケータリングが大好物だけどこってり系だった時。じゃあいくよ。はい。せーのでハイカローね。はい。せーの、ロー。はい、あ、嘘でしょ。ちょっと待って、それは聞きたいね。なんでいや、俺、もともと、家系大好きなのよ。そうです。俺らラーメンも食いに行ったしね。そう、ラーメンも好きだし、結構濃い味がね、好きなんです。なので、ごめんなさい、こってり、味が美味しい場合ですよ。油だけぶち込まれてるものは、ちょっと受け付けないと思うんですけど、でも、こってり系っていうのは、やっぱそういう分類で、家系とか、ちょっと濃い味は好きです。じゃあ、りょうきってさ、ライブ前とかも結構こってりしたもの食べる？これね、俺ずっと言ってんだけど、BE:FIRST になる時のオーディション前は、毎回俺、天一、濃いめの天下一品っていう濃いめのラーメンがあって、それを食べてからオーディション向かってた。すごい。逆にでもさ、あれじゃない？喉の調子良くなるとかあるかもね。そうなんだよ。それで食べるの？だから油摂取すると喉が開くっていうのよ。そうなんだ。でもね、それね、よくなんか俺も聞いたことあるわ。言うでしょ？だから結構アーティストさんとかもいるよ、一口だけ油飲めるとか。そう、あるね。俺ね、なんかテレビで見たんだけど、それこそメイジェイさんとか、なんかよくこってりしたもの食べるっていう話を聞いたことある。ライブ前にね。なのに、ゆたひょんは食べないですか？俺ね、吐いちゃう。そもそもの。そんな感じですね。じゃあ続いていきましょうか。演じる役柄のセリフが超長かった時。じゃあいきます。せーの、ロー。これ全部今んとこ真逆言ってるね。真逆言ってるね。それはそれで面白いね。なんでゆうたくんなんで？やっぱ、短くて、インパクトあった方がいいなっていう。なるほどね。そう。長ゼリフっていうのに慣れてないっていうのもあるし、どうなんだろう。緊張する？逆にどう？俺最近ドラマを見てたんだけど、役者さんが結構淡々とずっと長ゼリフを喋るっていう説明シーンみたいなのがあったのね。なんかそれをあたかもその説明してるんじゃなくて、本当にやっぱ思ったその場のことの、なんていうの、自分の言葉で説明しているシーン
が多いドラマだったの。で、テンションもなんかこう起伏があるわけじゃないのよ。なのになんかすごくそれで感動しちゃうっていうかさ、物理的にこうずっと説明してるのよ。なんかそのドラマを見て、なんかこれって多分役者としてものすごい多分スキルもいるし、エネルギーがいるなと思って、ほら、大声でさ、なんとかなんとかっていうのはさ、まあエネルギーだけあればいいだけじゃん。でも相手を説得するっていうその力はなんかすごく難しいし、これができたら役者としてかなりレベルも高いんじゃないかなと思って。やってみたいっていう、ね。そう。いやなんかそれこそさ、そのハイアンドローの現場でさ、たまにさ俺たちもさこうなんか言葉のニュアンスを変えて表現しようっていう時あるじゃん。でも監督がさ絶対にさそのニュアンスを変えなくてその思ってるものだけ変えれば自然とその言葉出てくるよっていうアドバイスくれてたのよく。だからそれとちょっと似てるもんあるよね。いや本当まさにそのそう通ずるよね。アーティストの時もさなんかこう歌い方変えるんじゃなくて、この気持ちさえ変えればその言葉もね自然と流れて出てくるんだよね。だからその腑に落ちるように自分で説得するって自分をまず説得するっていうか。それ難しいんだけどね。それができればね最高だよねって思ってるんですけどね。ということでじゃあ次行きたいと思います。はい。メンバーからドッキリを仕掛けられたら、でもこのドッキリってどのくらいの体にする？これね最近あったのよ。もうどでかいドッキリ。そうなの？されたの。どれぐらいの大きさがいいかね。なんかまあ別に自分に害がない。自分に害がないくらいね。嬉しい、結果嬉しいドッキリ？はい、そっちにしよう。なんかサプライズにしよう。サプライズ。それはじゃあいくよ。せーの。はい。嬉しいね。嬉しいよね。まあこれは嬉しいよね。なんか、やっぱサプライズっていいよね。なんかあった最近やってあげた。でもね、サプライズってやってあげる側もさ、すごい気持ちいいじゃん。楽しいよね。そう。なんかその反応とか見たら、やったかいあったなとかあるじゃん。だからいいなと思う。そう、俺もね、つい4月誕生日だったんですよ。で、その時ライブがちょうどその付近であって、で、本当にこれ悪い、うちの社長のスカイハイってのがいるんですけど、うちの社長が考案したんですけど、本当悪い。俺だからメンタル大丈夫だろうって考えたらしくて、曲中、しかも2番の途中で急に曲が止んで、メンバー全員吐き出して、で俺だけ一人ラップ歌ってんのこうやってでなんか俺の次のメンバーの番だってもう歌わないからもう俺がそのメンバーカバーしてみたいなマジで歌ってたら急にジャンジャジャン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 めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。でもすっごいもう本当にその時はもう心臓が飛び出るかと思ったけど泣いた？もう最初は不安泣き最初不安泣きからの込み上げる嬉し泣き最高の流れや。いやそうだからまあすごいやっぱ思い出になるっていうかまあそのサプライズ自体がもうその場でしかできないしやっぱお客さんでファンのみんなも目の前にいるし、そうやって大胆にこうサプライズしてくれたっていうのものすごく嬉しかったですね。わあいいな。俺も一回やられたいなそういうの。でも絶対あるよ多分いつかあるかな。ある逆にやったろ。なんなら俺行くよ。マジそれ一番サプライズじゃない。メンバーからと思いきやみたいな。猟奇からみたいなねはいじゃあ次のあれいこうか。はい。オチをつけないといけないタイミングでの無茶ぶり。もうラスト。はいじゃあ猟奇って言われた時言ったよね。なるほど。うわーとか言っちゃったもんはいせーのローまあでしょうね。これ好きな人いないでしょ。いないよねマジで相当の話術師じゃないとこれ乗り越えられないよね。そうだね。話術師でも多分嫌ではあると思うよ。いや確かにできたとしても嫌ではあると思う。確かにこれは嫌でしょ。てかあるこういう無茶ぶり。なんかでも結構うちのグループのメンバーとか割とこうなんて言うんだろう無邪気にはしゃいだりとかして、なんかそれをこう結構年上組がこうなんかまとめるみたいな瞬間とかあったりするんだけど、それをなんかうちのメンバーがするんだけどレオっていうメンバーがいて、結構こう滑るタイプの人でそれはまた愛嬌なんだけど、プラスなんかこうグループをもまとめようとしてくれていつも冗談を言ってでシーンってなるのねそれを俺が俯瞰的に見て絶対俺は無理って思う勇者だよね。勇者なんだよね。俺のメンバーもねジョンウっていうメンバーがいるんだけど、すごいこうなんていうんだろう変わったところでこう出してくるの。そうで結構メンバーとかからもう冷たい目で見られることあるんだけど、その精神力がすごいよね精神力がすごいんだよね。だからでもそういう人はねいなきゃいけない。そう絶対にいなきゃいけないの。それが逆に雰囲気作ってるの。そうなの。そうということでじゃあ次行きたいと思います。目の前にファンの人がでも気づかれなかった時でもこれじゃあせーのロー
まあ、だよね。ローだよね。だってファンでしょ？だってもううちは持ってんだよ。なんで気づかないの？なんで気づかない？そうそうそう。まあでも逆に目の前にいるはずないと思っちゃうのかな。ああ、そうかもしれない。もうファンしすぎて。でもさ、ちなみにさ、りょうきってさ、その、街をさ、例えばオフの日に歩いてる時とかって、気づかれたりする？ああ、でもね、最近あるね、やっぱ増えてきた。やっぱ髪の毛の色もあんのかな。ああ、確かにね。最近増えてきた気がする。特になんか本当にここ数ヶ月、まあグループ自体もシンプルに忙しくさせてもらって、結構まあいろいろ認知してくれることもすごいよね、BE:FIRSTね今ね。そう増えてきたから本当ありがたいことに、それと同時になんか同じこう割合で増えてってる気もするけど、逆にどう？ゆうたさんなんてもう歩けないじゃないですか。俺ね、バッチバチ歩いてる。でも知ってる俺も。俺も知ってる。これさ、俺ら一個言いたいんだけどさ、撮影中さ、地方のさ、イオンモール2人で歩いたよね。で、あれだよね、CD ショップにBE:FIRSTバーンでかいの出てて、 NCT もバーンってやって、俺らだっつって。で、ファンとかも結構CD とか見てるのに気づかれなかったじゃん、俺らじゃ。そうそうそう。何やねん言うてな。やっぱいるはずないってやっぱ思うんだよ。特に都内ならまだしもさ、ほら地方のさイオンモールにいるわけないってやっぱ思う。クレープ食いながら片手にごちそうさまでした。いやいや。確かにね。おもろかったよね、これはね。おもろかった。じゃあラストいこうと思います。もしも瀬野門工業高校最悪の男、浩平が目の前に現れたら。これ俺ってこと？そうだよ。なるほどね。じゃあせーのでいくよ。せーの。はい。ローです。ローなの？何されるかわかんないわ、やばいでしょ。でもそれぐらいりょうきの演技がすごいインパクトがありすぎて、俺も昨日ちょうどねアフレコを撮ったのよ、何個か撮ったんだけど、俺はさほぼその天貝とさ須崎はほとんど一緒にいるからさ、俺のアフレコ撮るってなっても絶対りょうきがいるの。そんだけいるんだけど、りょうきの顔がすごすぎて芝居集中できない。監督がじゃあこっからここ撮るからっつってピッて止めた時りょうきとかなんの、その時の顔とかもすごいよね。いい感じにすごい。よかった、それ嬉しいですよ。なって、そういうのも含めて、やっぱり天貝がやっぱいるとちょっと怖いかな、ローになっちゃうかなっていう。まあシンプルに害加えてくるしね。まあそうだよね。そうそうそう。まあ俺の場合はまあ多分自分だから、まず自分で多分だからまあ共感できることとか、多分説得できるかなと思った。お前の気持ちは今こうだろうって。確かに。だからもっとこうなろうぜって。こしたら楽だよみたいな。そうだね。それはりょうきが演じたからこそ分かる、そのね、天貝の葛藤だったり、生き様だったりっていうのがあるかもしれないね。素敵ですね。ありがとうございます。ということでね、いろいろ今回もお話ししてきましたが、もうお別れの時間ですよ。やだ。もうお別れの時間ですよ。やだ。なんか短いってば。短いよね。いやでも結構エピソードとか実話話はなんか結構話せた気もするね。でも映画についてはね、やっぱね劇場で見てほしいっていうのもあるしね。間違いない。ちょっとネタバレするのもね嫌だし。そうだね。でも本当に監督含めなんか俺ねこれラジオでも言ったんだけど、あんなにアットホームですごいこう現場一体がなんかいい作品を作り上げていこうっていう現場って俺なかなかないと思ってて、なんかいろんなことさせてもらってたけど、ここもデビューして7年、8年、9年なんだけど、7年、8年、9年だいぶ違う。まあ。でも俺、本当に感動した。ハイアンドローの現場っていうのは、なんか中学生時代さ、サッカーしてて、よくあれちゃん地元でお母さんがさ、こうご飯持ってきてくれて、監督がさ、じゃあなんかこうでみたいな、ちょっと怒られたりもしながら、あの感覚の現場ってなかなかないなと思って。ないよね。家に帰ってきた感でしょ。そう。わかるよ。俺だってもうその言葉をラジオでも聞いてたよ、言うた。聞いてた？聞いてたよ。照れる。そうすごい共感してた。聞きながら分かるわと思って。そうだからこそ、この今ねりょうきも仲良くさせてもらってるし、まあねカズマくんだったりね、北斗くんだったり、いろいろなね、ゴーキくんもそうだし、ねあきくんもそうなんだけど、やっぱいろんな人とねすごいこう未だにねこう関わりを持ててるのも多分そういう現場があったからこそだなと思うよ。人間力が高い人が多かったね今回だから、そういう意味では
ものすごくチーム力がやっぱすごくあったし、まあもともと多分その作品の前作からも続いてるっていうのがあるんだけど、多分そこの時点で多分結束された人間力、チーム力がすごく高くて、そこに俺たちが入らせてもらったから、そこにしっかりこう入れてもらえたよね。そうそう、受け入れてくれたからね。だからすごい良かった。嬉しかったね。ということでですね、映画ハイ&ローザ・ワーストクロスの公開までおよそ2ヶ月ですが、改めてね、良き最後に見どころなど伝えてもらっていいですか？そうですね、まあ今回先ほどもちょっろっと言ったんですけど、まあ、前作にハイ&ローワースト、から引き続き続編になるんですけども、逆に続編なんですけど、僕ストーリー的にはなんか根本、なんかハイ&ローとはみたいな根本を振り返るような作品になってると思ってるんですよね。なんか結構単純明快なストーリーで、この喧嘩のなんかこう男の熱い友情の物語になんか必要なものは何なのか、これ大事なものは何なのかみたいなことを改めて気づかされるような映画になってると思うので、ぜひたくさん見てほしいし、意外とストーリーも何回か見ることによってその大切さみたいのが理解できる作品になってるんじゃないのかなと思うので、たくさん見てほしいです。そうですね、皆さんぜひ注目してほしいなと思います。大切なものを守るために拳、魂、運命が激突ね、クロスする男たちの物語です。今年最も熱いね、青春クロスバトルアクションとなっているので、皆さんね、ぜひ劇場に足を運んでもらえれば嬉しいなと思います。お願いします。そして BE:FIRST のお知らせも最後にお願いします。いいですか？はい。BE:FIRST が誕生したオーディションのライブ、ザ・ファーストファイナルを収めたブルーレイ& DVD が発売中です。そして、僕たち、BMSG に所属してるんですけども、その BMSG フェスっていうのが、9月17日土曜日、そして18日日曜日に、富士急ハイランドコニファーフォレストにて開催されます。ぜひ、遊びに来てください。そしてですね、8月31日、ファーストアルバム B1 リリース決定しました。やばいですね。いいね。これやばいですね。もう BE:FIRST もね、本当に歌もダンスもラップもクオリティ高いんで、皆さんぜひ聴いてください。ありがとうございます。はい。じゃあ最後はね、良樹の好きな NCT127 の曲をね、紹介してほしいなと思います。これマジいいんすか？もちろんですよ。じゃあもう早速即答やったんや最初ね、これでもファンの気持ちとかも考えて、結構いろいろ考えた方がいいんすかねとか言われたんだけど、全然いいよっつって、じゃあこれでということで僕は、決めさせていただきました、NCT127 さんで Highway to Heaven。NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ。今月はクイッククイズです。2択クイズに僕が即答していきます。では早速いってみましょう。 Let's go。 1、アメリカの郵便ポストの色は A グレー B 青。A グレー。はい。2、発明が早いのはどっち？ A ライター B マッチ。A ライター。B マッチ。マジかよ。3、仏像の頭にある丸いブツブツはどっち？ A 髪の毛 B イボ。 B イボ怒られるで。 A 髪の毛。イエス。というわけで今週は3問中、1問正解でした。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお楽しみください。 NCT127 ユータのユータアットホーム。ユータアットホーム。今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか？ゆきどうだった？2週。楽しかったね終わりたくないね。だって今久々に会ったじゃん。この前さ、韓国にさ帰られる前に会ってから今日久々だったから、もうほんととんでもないテンションでラジオそのまま。俺ね、ラジオね1年以上やってんだけど、このテンションのラジオ初めて。確かに俺も最近さ聞いてたの、ゆうたくんのラジオ、だけどすごく落ち着く声でさ、のんびりやってるなって印象だったから。やっぱ一人だとさ、やっぱこうなんて言うんだろう、落ち着いたトーンになりがちじゃん。だしチャンミン先輩とかさ、ボア先輩とかもこうたくさんゲストに来てくれるからここかしこまっちゃう。そうだよね。そうだよね。久しぶりにこうね、なんか両機って言われてすごいこうなんかすごい、こんな性格した2人が集まっちゃうとこうなっちゃうんですからね。もっとすごいけどね。普段はね。ということでですね、本当に僕自身も両機とねラジオできて楽しかったです。
はい、ということで皆さんの声をね、僕にどんどん届けてほしいなと思います。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではお別れの時間となりました。NCT127 ユータのユータアットホーム DJ は NCT127 のユータ、そしてゲストはBE:FIRST のりょうき、宮山りょうきでした。ありがとう、本当にりょうき。ありがとう、またね。またね。次回も僕の部屋に皆さんぜひ遊びに来てください。それではせーの、バイバーイ。Lemonade tastes like lemonade. Reach out on an hurricane. 안들려니 목소리는 넌. Tastes like lemonade. 짜릿하지 every day. 삼켜버려 got me feeling good. Tastes like lemonade. Reach out on a hurricane. 안들려니 목소리는 넌. Tastes like lemonade. 짜릿하지 every day. 삼켜버려 got me feeling good. This program was brought to you by Craft Boss. Cause I don't wait. Hold up. 듣고 싶겠지? Like mail. 절로 듣겠지? By mail. 네게 아무리 copy. 해도 영원히 by mail. I just spit. Yeah. I don't quit. No. No counterfeit. Nobody 흉내 못 내 day and night. 한 달이 나겠지가 탐을 내 my juice. 약한 너와 달리 두꺼운 난 my crew. I'm sipping all day. 따분한 lemonade. クラフトボスのアフタートークへようこそ。NCT127 のゆうたです。今週もお仕事、学校、家事、お疲れ様です。今日も張り切っていきたいと思います。では早速いただきたいと思います。本当にコクがあって飲みやすくていつ飲んでも美味しいです。この収録も最後ですね。6月は素直の気持ちをテーマにしていきましたが、みんなと話せなくなると思うとすごく寂しいですね。みんなはどうですか？最後は自分の素直な気持ちと向き合える NCT127 の曲を発表しようと思います。1曲目は NCT127 でロングスローディスタンスです。自分を信じて前へ進もうと歌うナンバーですね。みんなも落ち込んだり心が折れそうになった時はですね、この曲を聴きながら自分の素直な気持ちと向き合ってみるのはどうかなと思います。2曲目は NCT127 でファーストラブですね。この曲はですね、恋の始まりのドキドキ感を歌ったラブソングなんですけど、恋人だけではなく大切に思っている人、かけがえのない人、僕だったらシズニーですね。この素直な気持ちを思い起こさせてくれるナンバーかなと思います。以上、クラフトボスのアフタートークでした。アフタートークをみんなに見てもらえて、すごく嬉しかったり、ちょっと緊張したりね、いろいろな気持ちがあったんですけど、このクラフトボスのアフタートークを通して、みんなと素直な気持ちを話せてよかったなと思います。今週が最終回になりますが、これからもクラフトボスと僕ゆうたよろしくお願いします。クラフトボス最高。